こんばんちぐー、テリアモン助手です。早速今回の企画を発表しちゃいます。最新作をプレイする前にデジモンストーリーの歴史を振り返ろう。はい、このチャンネルでもたびたび取り上げているゲーム最新作デジモンストーリータイムストレンジャーですけれども、今回は過去のデジモンストーリーシリーズの歴史を振り返り、最新作発売前に予習していこうと思います。僕予習大好き歴史振り返るの大好きということで、古いところを知っておけば新しいものも尊さが倍増するっていうことですな。そういうことでやっていきたいと思います。テリアモン助手研究室。まず初代デジモンストーリーですね。皆さん懐かしい20年も前になりますよ。2006年に任天堂 DS で発売され、誰もが親しみやすい王道の育成 RPG として誕生いたしました。みんな育成するの大好きだよね。あとこのデジモンといえば進化ですよ。デジモンセイバーズの頃だったんですかね。センターがそのセイバーズのアグモンさんが陣取っておりますよ。僕もこの時代に生まれたんだったら、僕がセンターのパッケージもできたっていいのになそして2007年にはデジモンストーリーサンバースト、そしてムーンライト、これ一番みんな見たことがあるんじゃないでしょうか。両方買って友達と一緒にプレイして、そして2010年にはデジモンストーリーロストエボリューション、時間を忘れてプレイしたスタッフさんもいるって聞いてましたけども、立ち上がってるわめちゃくちゃやった。めちゃくちゃやりました。ロストエボリューションはすごいやって、デジプレートっていうのを復旧させることで新しいデジモンに進化できるみたいなシステムだったんですけど、もうめちゃくちゃやりました。こうやってもう立ち上がっちゃうぐらいやってる人も多いと思うんだよ。ぜひね、そういうね思いの丈がある方はコメントの方をしていただけたらいいなというふうに思います。2011年にはデジモンストーリー超クロスウォーズブルーレッドが発売されております。いや、かわいいな。シャウトもは温かみがありますけれども、レッドとブルーになっております。そして2015年には大人になったデジモンファンに向けてデジモンストーリーサイバースルース、電脳世界と現実世界で巻き起こる怪事件にデジモンたちと共に挑んでいくサイバーパンクな育成 RPG が発売になりました。急にさ、すごい大人っぽい絵が描かれるようになりましたよね。今までちょっと子供向けって感じだったけど、大人向けなのかな。これテリアモンがセンターでしょ。もう爆売れですね。もうこれだけパッケージ買いというものができる。これに白衣着せたっていいなそして2017年には追加コンテンツを実装したデジモンストーリーサイバースルースハッカーズメモリーが発売。サイバースルースとハッカーズメモリー合わせて全世界合計でなんと250万以上も販売されているそうです。そして今年2025年にデジモンストーリータイムストレンジャーが完全新作としては10年ぶりに発売されました。ありがとう。そうか、あれから10年も経ってしまったのかっていう大人たちが結構いるのかなちょっとしみじみしますけれども、10年経ってたらね、0歳の子だってもう小学5年生、小学5年生なんてなんてエモいんだ。太一たちと同じぐらいになってんだ。うわ、エモい知らない方のためにストーリーの方紹介していきたいと思います。物語の舞台は日本東京でございます。超常現象の調査解決を専門とした秘密組織アダマスのエージェントである主人公は、政府によって封鎖された新宿で未知の生物デジモンと出会い、調査を進める中で謎の爆発に巻き込まれてしまう。気がつくと世界は8年前に戻っていた。これ8年僕も若くなれるのかそうではないのか。そうか、何度あらすじを聞いても、何度このね何て言うんだっけ、トレーラーを見てもね高まりますけれども、秘密組織アダマスね、
なんだっけ僕が言ってたやついつも忘れちゃう。そうスペース T シャツであってほしいんだけどな。もう発売しちゃったらもうこのネタ使えなくなるからさ。テリアモン助手研究室。続いて街並みやバトル進化シーンなど実際のゲーム映像を初代から最新作まで見ていきます。まずは2006年に販売された初代デジモンストーリーです。どうぞ。楽しみだな。わあ、懐かしい。ドット絵だったよね最初は。このさ DS ならではの2画面、この上下の画面どっち見ればいいのって思いながら、操作してるのは下だから下なんだけど、こう上も見なきゃって目が忙しかったりしたよね。あとさ、このタッチ画面とかでこうタッチもできるからさ、一応ペン使うんだけどさ、ペンどっかになくしちゃった時こう爪でペンペンってやってさやってたよな。懐かしいよね。あ、バトルスタートしました。このエンカウントシステムだったね。わあ、かわいい。やっぱデジモンって言えばドット絵だし、この優しい感じのグラフィック好きだな。あ、これわざわざテディスケにしてくれてる名前。スタッフさんの愛を感じるな。戦闘ガルゴモンだしいいよね。でもおまちゃんの名前はゴーマってなってない？なんかちょっとそこは適当にしていらっしゃいましたね。あ、でこの今から進化します。進化ルートが出てきて、このゴマモンから一角モンに進化するってやると進化ができるんですね。勝手には進化しない。ゴマモン進化っつってテケ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 、はい、一角モン。これ自分でアフレコもできるようになっている。それは別にシステムじゃない。懐かしい映像とともに皆さんの記憶もいろいろ思い出されたのではなかろうかと思います。いやでも僕はやっぱあの画面好きだな。今やっぱこう CG がとても進化して、こう人間様と同じようなテクスチャーの映像増えましたけども、なんかこうゲームらしいドット絵っていうのはいいし、あと音楽もちょっとさ8ビットではないんですけれども柔らかい感じのゲームミュージックもとても楽しめるなって、好きだなっていうふうに思いました。続いて2015年に販売されたサイバースルーシュ、こちらも見ていきたいと思います。どうぞ。サイバースルーシュでさえもう10年前だもんね。わあ、全然同じデジモンシリーズとは思えないけれども、これはこれでよさ。あ、なんテリアも可愛すぎかよ。あー、何これ。さっきもさこう連れて歩ける映像ありましたけど、この 3D モデルで連れて回れるのもさいいよね。あ、はい、バトルシーン。なんかさこれ一番最新作のタイムストレンジャーでもちょっとこのねアグモンからのグレイモンのところ見られるあれね、こう比較もできるよね。そして進化シーン、さっきと同じですね。ゴマモン進化からのはい一角モンそして街並み、これが日本の新宿ですね。すごい。足速いスルスル行きますね。ここは新宿の駅前のロータリーのところですね。サイバースルーシュは街中をこう歩けるっていうのが強みの一つだったと思いますし、で綺麗なグラフィックになったからこう細やかなデジモンたちの動きとかも再現できて、一緒に連れて回してるテントモンとかこう飛んでる時は羽がパタパタして動いてるのとかもこう再現されてて、すごく一緒に歩いてる感っていうのが強
まってるし、何よりやっぱりテリアムが可愛かったね。いやー、どのゲームにもテリアムっていてほしいなっていうのは思いましたな。そして最後に最新作のデジモンストーリータイムストレンジャー、こちらね、なんと完全初出しの映像もあるみたいだよ。これ僕のおかげ。わざわざ持ってきていただいてありがとうございます。ということで早速初出し映像込みの映像見ていきたいと思います。どうぞ。さあ来い。ドキドキですな。あら、これさっきのサイバースルースも新宿でしたけども、タイムストレンジャーも新宿から始めて、うわ全然だから作り込みが上がってますね。あ、そしてこれが自分でフリーカメラで視点を変えられるっていうのがサイスルとは変わったポイント、進化ポイントですね。すごい。あ、で自分もあるけど、ちょっとこれお尻に目いっちゃうからちょっとセクシーすぎやしないですか。青少年たちがちょっと大丈夫かお姉さん、ドキドキしちゃうよ。そしてはもうこれ新宿に行ったことがある人たちはここの、お店までは再現できるかわかんないですけど、こういう感じだなっていうね、リアル感が追加されてるんじゃないかと思って、さらにあとこのね人混み感とかもね再現されているんじゃないでしょうか。うわーすごいな。没入者はねずっとここで暮らしたっていいっていうふうに思っちゃうかもしれないね。そして新宿の有名な歌舞伎町、あれ終わっちゃった。ここの部分まではサイスルでも行けた場所らしいんですよ。ただ僕が聞いた情報によりますと、この先もねちゃんとフィールドあるらしいですよ。すごいね。っていうかこのさゲーム画面映像自体が初なんじゃないの？しっかりここまで歩いてる映像初めてなんですよね。じゃあお姉さんのお尻も初めてってこと大丈夫です。ちゃんとR なんとかみたいに引っかからないかな。もうこれぐらい普通の世界になってるのか。そうか。あれだね、フリーカメラだから近づいたりできるんだよね。だから自分で行きたいところとかこうピックアップしたい場所、あとこう作り込んでる看板とかがあったりとかすると、その近くまで寄れるとかそういうことができたりとか、あと最初はこう上からの定点カメラだっていうのがこう見上げることができたりとかするから、まんべんなくそこら辺の街並みも歩けたりとかするので、ぜひ楽しんでみてください。新宿を知らない人でもきっとこういう風になってるんだって言って見とくと、旅行に行った時にいいよ。まだ続きを見られるの？いいじゃん。見ていきたいと思います。どうぞ。どこなんだ？何を見せてくれ？おい、相川義雄くん。違う？あれ違かったっけ？義雄くんでしょ？あれ違う？これ義雄くんの部屋ですか？もう義雄くんって言っちゃう。こんなに緑が生い茂っているの？ね、おしゃれなルームだね。おしゃれなルームだね。なんか有名な芸人さんみたいな言葉遣いしちゃった。そしてはしごを登った先に。いっぱいデジモンがいる。いいね。昨日ちょっと掘ったて小屋みたいな感じ。いいな。僕の大好きなテールもいる。レオボンさんもいる。なんかこう至る所にデジモンがいると住んでる感、デジタルワールド感が増しますね。こんな上にも下にも縦横無尽に行けるの。うわすごい。このね酒場ちょっと見たことがある。酒場なのかわからないですが、いろんなデジモンたちが、これ新宿の人間たちよりも密集してますけど大丈夫か？こんなにサンクチュアリみたいなところいいのか？高まりますね。バーのマスターもいらっしゃって大人な気分ですよ。ごつぼさん椅子に座ってください。おいいですな。フォークモンとか。なんかアルケミモンさんが酔って潰れていらっしゃった。そういう細かなところもあったり、ちょっと寝ていらっしゃる方も床に寝てたら踏まれちまうから危ないですよっていうね。
こうやって街中も自由に歩き回ることができるっていうことですね。すごいよこれ、もう早く美味しいなんかねこう見せていただける新しい映像とか見せていただけるのは尊いんだけども、なんか早くここまでできてんだったらやらせてくれっていう気持ちにもなってしまうんだけど、こう多分最終的な作業とかが残っていらっしゃるんだなと思うと、制作頑張ってくださいという気持ちですそしてまだある、すごいな、いっぱい持ってきてくださった、ありがとうございます。じゃあテリスナーのみんなと一緒にこちらも見ていきたいと思います。どうぞ。お、バトル映像ですね。お、タグモンさん、進化したのを見てこの新しい演出、テントモンさんとかもねこう出してる。わあ嬉しい。ベタモンさんのビリビリとか、わあなんともは初めましてなんじゃないのかい。おめでとうございますそしてカイネル・グレイモンのかっこいい必殺技、いやーちょっと一瞬すぎてみんなはこうスクロールしてもう一回見直したりとかしてください。何もう一回見なくていいんですか？もう一回見ましょう、もう一回見ましょう。はいどうぞベビーフレームからのグレイモンの必殺技をしてゴツモンも行きまして、テントモンもはいビリビリと、そしてさらにビリビリがもう一回です。はいでナイトモンは初出し映像でございます。そしてキャッチマメモンが3-7をはいピコピコピコ、はいおめでとうございます。そして最後はカイゼル・グレイモンさんが強い必殺技をしますはいありがとうございます。はいもうこれだけでも十分楽しい。キャッチマメモンさんのスロットは必ず3-7をしてくれるんですか？ミスることはない？いや、違うパターンもあります。高まる人間世界ではこのスロットというものが楽しいと聞いてますからねさらにある。だって今まであの映像あったもんな。きっとこう魔物がどうにかなるんだろう行ってみよう、どうぞ。これでごまもんじゃなかったらどうしよう。あ、ごまちゃんよかったよかった、ごまボイ進化。はいドゥク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 、あ結構長い。あちゃんとなんかデリリリンっていうこの空間をやって、であすごいアニメにちょっと近い角門はいなんか一角門のアテレコが上手くなってきたということで、なんかこう進化シーンはさらに演出盛りだくさんみたいになっておりました。みんなデジモン大好きなんで、もう常に高みを目指して頑張って作ってましたなんか囲碁みたいなこと言うじゃんさらなる高みを目指してテリアモン助手研究室、最新作もねいろんな映像をちょっとずつ出してみましたけれども、いや期待が高まりすぎて早く僕がこう自分の視点で街を歩いたりいろんなデジモンと出会ったりしたいなっていうふうに思ったので、早く発売日を教えるくださいというわけで思い出にも浸りながら今日はこれにてお別れさせていただこうかと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメント欄でみんなが熱中したデジモンストーリーのシリーズやみんなのタイムストレンジャーへの考察も教えていただきたいなと思います。そして X 過去旧 Twitter でもハッシュタグハローテリラボをつけて感想やツッコミなど何でもポストしてみてね。ということで今日はこちらの言葉でお別れします。なんだろうね、これだ、クズ龍神ボイボイ。